はいどうも、キースケです。今回は限定星6オペレーター D の性能解説及びパーティー予想をやっていきます。D の性能が一部公開されて、どういったコンセプトのオペレーターか判明しましたよね。通常攻撃以外のスキルに HP 回復がついていたり、攻撃力バフのような汎用性、電磁増幅や自然増幅といった何かに特化したバフなど、予告番組で公開された性能だけでもめちゃくちゃ強そうです。ギルベルトのように引き毒オペレーターな匂いがプンプンしますんでね、どんなパーティーが組めるか見ていきましょう。リーノの気になるところやこんなところが強そうみたいなのがあればコメント欄で教えてください。それでは行きましょう。それでは現在判明している性能を見ていきましょう。リーノは電磁属性の補助オペレーター、武器は長い武器です。通常攻撃は最大5段、敵に電磁ダメージを与え、襲撃を発動すると SP を回復します。戦技を発動すると敵に電磁ダメージを与え、リーノがライブモードに入ります。ライブモード中、チーム全員の攻撃力をアップし、範囲内のオペレーターを持続的に治療します。さらに、一定時間ごとに追加攻撃を行います。もう一度戦技を発動するとライブモードを終了できます。はい、戦技一つだけでこれだけのサポート効果があります。しかもこの戦技は消費 SP が非常に少ないです。予告番組で確認した感じだと25ぐらいかな。それくらいで戦技を発動できます。そして持続時間もめちゃくちゃ長い。スキルの周囲に白い円があると思うんですけど、これがおそらく持続時間です。長くね。さらにですよ。この戦技は操作オペレーターを追従するみたいなんですよね。映像を見てほしいんですけど、ゾアンが移動するたびにリーノが移動しているの分かりますかね。つまりわざわざリーノの付近で戦う必要はなく、持続的に回復してくれるリーノがついてきてくれるんですよ。破格です。戦技だけでこれです。一応この戦技中はリーノが攻撃できなくなるんですけど、一定時間ごとに追加攻撃が発動しますし、全くデメリットではないですよね。連携技はライブモード中、敵がアーツ以上を受けるか、アーツ以上が消費された時に発動可能。敵に電磁ダメージを与え、操作中のオペレーターを回復、さらに自身の必殺チャージを追加で回復します。そして素質効果で連携技を発動した後の一定時間、他の電磁オペレーターが戦技を発動すると一定量の SP を変換します。クールタイムもなかなか早くて、ストップウォッチで測ってみたところ8秒くらいでした。回転率が非常に速いですよね。必殺技はチーム全員を回復、広範囲の敵に電磁ダメージ、強制的に感電、さらに一定時間のパフォーマンスモードに入ります。このパフォーマンスモード中は味方の攻撃力アップ、電磁増幅と自然増幅を付与します。そしてパフォーマンスモードが終了するとき、全体回復と範囲ダメージを与え、通常モードに戻ります。当然このパフォーマンスモードも操作中のオペレーターを追従してくれます。いやー、サポーターの鏡みたいな性能してますよね。強制的に感電状態を付与する効果に関しても、感電状態中の敵は受けるアーツダメージが増加しますから、電磁パーティー以外でも使えます。ペリカが優秀なことを考えると破格スペックですよね。素質効果に関しては、連携技を発動した後の一定時間、他の電磁オペレーターが戦技を発動すると一定量の SP を変換するというもの。予告番組を見た感じだと電磁オペレーターに限定されているんで、やはりリーノは電磁パーティーで使うのが一番良さそうです。それではリーノで組めるパーティーを見ていきましょう。まずは予告番組で紹介されていたゾアンをメインアタッカーとして使う感電パーティー、リーノ、ゾアン、ペリカ、アークライトです。この編成はリーノが電磁増幅を持っていることと、必殺技で感電を付与できることから、リーノを使う上で一番相性のいいであろうパーティーですよね。ゾアンを引いている、使っている人はリーノが必須級になると思います。
少量の SP でリーノの戦技を使うことでバフと HP 回復、そこから重攻撃を与えてペリカの連携技で感電と動けば、リーノの連携技につなげられてさらに HP を回復できます。さらに言うと、リーノの素質効果で連携技発動後の一定時間は電磁オペレーターが戦技を発動すると一定量の SP が変換されるんで、この一連のローテーションを見るだけでも強すぎるよね。他にもゾアンが感電を消費したタイミング、電磁付着を連携技で感電に変換したタイミングと、リーノの連携技が途切れることはありません。リーノの連携技はストップウォッチで測ってみたところ8秒くらいなんで、本当すごい回転率だと思います。必殺技が溜まった時のローテーションに関しても、リーノが必殺技を発動すればゾアンに追従しながらバフを巻き続けてくれるんで、普段からゾアンを使っている人は違和感なく使えると思いますね。予告番組でゾアンと組み合わせて使っている映像が見られるんですけど、マジで強そう。続いても予告番組で見られるパーティー、リーノ、奥義、ペリカ、アケクリです。奥義をメインアタッカーとして使う編成ですよね。リーノは電磁増幅と同時に自然増幅も付与してくれるんで、奥義とも相性がいいです。さらにリーノの連携技条件であるアーツ以上に関しても、奥義が腐食状態にすれば発動しますし、この編成ではペリカの感電でも起動できる形になってます。ただこの編成だとアケクリの戦技を2回発動して灼熱付着2段階、それを奥義の戦技で腐食状態という形で動かないとダメで、ちょっとそこの動きが弱く感じるんで改善の余地はありそうです。奥義の連携技を奥義の戦技で起動してもいいんですが、そう動くと戦技で腐食を付与できません。奥義は素質効果で自身が付与する腐食の持続時間を延長してくれますから、できれば戦技で腐食状態にしたいですよね。必殺技が溜まった時のローテーションに関しては、予告番組の映像だとリーノの必殺で自然増幅、ペリカの感電、アケクリのリンク状態を発動してから奥義の2段目必殺をぶち込んでます。やはり干渉し合わないバフがたくさん付与できるんで、なかなかいいダメージが出そうです。続いて先ほど紹介した奥義編成をより強く改良したパーティー、リーノ、奥義、タンタン、ギルベルタです。奥義の連携技に必要なアーツ付着2段階を火力の高いタンタンに任せることでパーティー全体の総ダメージを伸ばしています。ペリカの感電がないんでリーノの連携技頻度が下がってしまうんですが、現状出ているリーノの連携技は HP 回復と自身の必殺チャージ回復、さらに素質で電磁オペレーターの SP 変換とパーティーを強化するバフやデバフがないんで、そこまで影響はないかなと思ってます。タンタンの戦技2連打で寒冷付着2段階、奥義の連携技からの戦技で腐食状態、これでリーノとギルベルタの連携技が回ります。必殺技が溜まった時のローテーションに関しても、リーノの必殺技を発動してから奥義の必殺技を発動すればいいだけなんで、難しくもないですし HP 回復も大量です。安定感が段違いだと思います。続いて IB エナをメインアタッカーとして使うパーティー、リーノ、IB エナ、ペリカ、ギルベルタです。ゾアンと同じくデンジのアタッカーなんで相性がいいですよね。使い方に関しても今までとほとんど変わりがなく、リーノの戦技を発動してから戦闘開始、重攻撃でペリカの感電、さらに重攻撃で雷装設置、槍が溜まったらギルベルタの必殺とリーノの必殺でダメージバフ、IB エナの戦技で槍回収と、今まではリーノの枠をアケクリにして使っていた人が多いと思うんですが、アケクリと違ってリーノは戦技で常にバフを巻き続けてくれますから、IB エナにとってかなりの強化になるはずです。リーノとギルベルタの連携技もペリカが感電するだけで発動しますし、綺麗にローテーションが回ります。最後は今までギルベルタを採用していたパーティーとか、アルデリアを回復目的に採用していたパーティーとかなら大体採用できると思います。
例えば管理人を軸にした物理パーティーに採用したとしても、汎用性のある攻撃力バフと HP 回復があるんで、最適でないにしろ採用できますし、ギルベルトの代わりにイボンヌを軸にした凍結パーティーに採用しても、同じく攻撃力バフと HP 回復があるんで、最適ではないにしろ採用できます。要はギルベルターを持っていない人の救済にもなりますし、危機契約や戦争残響のような高難易度コンテンツで敵の攻撃が痛いから HP 回復目的で雑に採用する、そんな使い方ができます。正式実装されてどれほどの数値を強化してくれるか、それを確認する必要がありますが、それでもなかなかの汎用性だと思います。ただ現状は奥義とゾアンがベストマッチなんで、その2体を持っている人は特に確保優先度は高めです。いかがだったでしょうか。今回は限定星力オペレーターリーの性能解説及びパーティー予想でした。 HP 回復で言えば圧倒的な汎用性ですよね。高難易度コンテンツだと必須級になりそうです。たださすがに電磁と自然の強化に特化していると思いますから、戦技や必殺技で付与できる攻撃力バフは数値的に大したことなさそうだと予想します。それでも今後実装する自然と電磁オペレーターの最適サポーターになる可能性が高いですから、確保優先度は高めです。代理人の数とか電磁オペレーターっぽい金髪イケメン騎士とかね、その辺を見据えてる人は引きましょう。皆さんはリーノをどんなパーティーで使ってみたいですか？よければコメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからもエンドフィールドに関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。